皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、あゆさんこんにちは。こんにちは。今日なんですけど、はい、みんな大好きみんな大DSG はい、の中でもナイルさんで一番動画多い7速鑑識。はい、はい。で過去にね、はい、いろんな動画上げてるんですけど、はい、クラッチの交換作業ですとか、あとシフトフォーク、はい、はい、ありましたよね。ありましたね。はい。で今回は最後、多分最後の動画になるのかな、わかんないけど、はい、はい、メカトロ。メカトロ、はい、みんな気になるメカトロ。そう、メカトロちゃんね。で、はい、ここにね、ちょっと下ろした、7速の鑑識 DSG があるんですけど、はい、メカトロはね、ここの部分でね。はい。はい。で、じゃあメカトロって何の役割をしてるのかっていう話なんですけど、はい、簡単に言うと、人でいうところのシフトチェンジとクラッチ、はい、それをこのメカトロがやってくれます。はい。はい。ただ、この DSG ね、いろいろ弱いとかって言われてますけど、はい、結構このメカトロがダメになってるのも多いですよね。はい、あとリコールにもなってます。はい、じゃあリコールで何をやるのか。はい。多分あゆさん知らないよね。知らないです。リコール出てるのは知ってるけど、メカトロのリコールはあるけど、じゃあ何やってんのとか、はい、それを私が今日ばらして解説します。はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、はい、じゃあそれではどうぞ。じゃあね、メカトロの、リコールの時の手順をちょっと説明すると、はい、ミッションがあるじゃないですか。はい、でこっちにメカトロがあるじゃないですか。はい、でこれをまず外したいんだけど、はい、外す前の作業っていうのがあるんですよ。前のそうそう、エンジンとミッションが乗った状態でこれを外すんですけど、はい、その前に一番最初にやらないといけない作業、はい、はい、それは僕後でまた解説します。はい、で今回じゃあこのメカトロとミッションを分離するために必要なのがこういう工具。見たことある。わかりますか。はい、はい、じゃあこれでね、はい、何をやるかっていうのをちょっと解説しますので、ちょっとこっち側から取ってもらっていいですか。はい、じゃあちょっとね向きを斜めにして、はい、でこちらをね、はい、使うんですけど、どのように使うかっていうと、はい、こうやってこの隙間ですね、隙間に要はね、ここにクラッチを使ってるレバーがあるじゃないですか。はい、これが今こちら押し付けられてる状態になってるんですね。でこれをこっちが、ミッション側の方に持っていきたいので、これを隙間から入れていただいて、ぐっとこういう感じで、でこの状態で、はい、このレバーをこういうふうにひねるんですよ。こういう感じ。はい、そうすると今これ浮いたの分かります？はい、これでフリーになるので、はい、でこの状態でメカトロをこう外すということなんですけど、はい、でさっき言ってたこの作業をする前に何をしなきゃいけないっていうのを、はい、なんと今回はもう一個メカトロを用意しました。こちらを、ばらしていくんですけど、はい、今この状態でまずやらないといけないことっていうのがあるんですよ。はい、っていうのが、このオイルパンを外します。はい、それはミッションとついてる状態で外します。はい、はい、じゃあ早速、はい、でもこれは一回ばらしてあるので簡単に緩むようになってます。じゃあこれ分かりやすく上から取れるようにこういう感じでやっておくかな。はい、はい、この時点でメカトロオイルはすでに抜いてあります。であとはトルクスを2箇所、はい、はい、でこうするとパカッと、はい、初公開出てくるのがメカトロちゃんの中身ですね。はい、ミッションとメカトロがついている状態で何をしたいかというと、はい、このオイルパンを外してアキュームレーター、はい、これがアキュームレーターっていうものなんですけど、はい、内容とかその作動は後で説明しますけど、はい、これをついている状態で外したいんですよ。はい、じゃないとこれすっごい力で止まってるので、はい、下ろしてからだと緩まないんですよね。なのでまずこいつを、緩めます。はい、はい、でこれに関してもすいません、もう1回外してるので、はい、簡単に緩みます。はい、もうここまで来たらあとは手でいけるのでこういう感じで、はい、
リコールのなった原因っていうのが、はい、このハウジングが割れちゃう、圧力に割れちゃう、はい、そうっていうのもこのアキュームレーターって、はい、はい、何をしてるか分かります？圧力がかかってるってことですか？そう、はい、でその圧力を生み出す仕組みっていうのが、はい、じゃあこれ開けますね。このように開きますね。そうするとこういうふうになってるんですよ。で、この中に窒素が入ってるんですよ。で窒素が入ってて、はい、ここを油圧で押すんですよ。はい、で油圧で押した、押すことによって窒素が縮んで、はい、そこで圧力が発生するんですよね。はい、でそこで圧力を生むことによってこの外側のこのソレノイドありますよね。この、はい、このシフトを作動する、これを動かすんですよ、その圧力で。はい、でじゃあどのぐらいの圧力なのって言ったら60バール。全然想像できない。じゃあタイヤの空気圧が 2.5 バールだとしたら 2.5、うん、の60、めっちゃある、そうだから結構で高い圧力になってます。結構やっぱ取り扱いは注意を、はい、まあみんな DIY でやることはないと思いますけどまあ確かに、はい、で結局60バールってすごい圧力じゃないですか。はい、でその圧力に負けてここのハウジングが割れちゃうんですよ。なるほど、そこが割れるんですか。クラックして、はい、で割れたことによって圧力が飛び出して、はい、中にはこのオイルパンが変形するとかっていうのも事例としてはあるんです。はあ、すごい。でちなみにここ今外したじゃないですか。はい、ここに入ってるオイルっていうのはメカトロオイルなんですよ。はい、メカトロオイル。メカトロオイル。はい。でメカトロオイルはこちら、ここが上が入れるところ。はい。で下にもこうやってドレンがついてるので、はい、ここから出してここから入れる、はい、これがメカトロオイル、はいはい、になります。はい、はい、ここまでいいかな。はい、はい、じゃあアキュームレーターを外れましたと。はい、はい、じゃあ次に外すのが今度はこちらキューブ四角いってことね。はい、はい、これがオイルポンプ。要はアキュームレーターにこのポンプを使って、はい、そのメカトロオイルを送っていくんですよ。これ見てもらったらもうモーターっていうの分かりません？なるほど、はいはいはい、はい、このモーターで、はい、これね外してもらうとね分かりやすいんだけど、こうやってこういうふうに弁になってるんですよ。なるほど、分かります？はい、でこっち側見てもらうとこっちも弁になってるんですか。弁っていうかこの切りかき、はい、でこの切りかきにこういうふうについて、はい、でここをこうモーターがぐるぐる回すことによってこちらのポンプでオイルを循環させると、なるほど、送り込むというところですね。わかりました？はい、はい、なのでこれがオイルのポンプですね。はい、はい、で今度はこのモーター、はいはい、も外していきますので、トルクス2つでくっついてるだけなので。そんな簡単についてるんですか？そう、めっちゃ簡単です。ポンプが四角いのが驚きですね、この中でよいしょ。これはまあモーターですね、ポンプを回すための、はい、でこのモーターもメカトロの交渉の中ではある、このポンプとモーターが壊れるってこともあるそうです。それはリコール入ってるんですか？リコールでは入ってないですね。はい、はい、こんな感じで外れましたと。はい、これが電気でモーターを回すと。なるほどなるほど、はいはい、これでじゃあモーターとポンプとアキュームレーターが外れましたと。はい、はい、たら今度は、反対側に行きます。反対側、はい、はい、よいしょ。こちら側ですね。はい、で今度はここに基板がついてます。はい、はい、でこの基板っていうのは、まあ、いわゆるコンピューターですよね。はい、はい、ここの中でいろんな制御を行っております。はい、でこれを、外していきますね。でこれはね、トルクス 7箇所。7箇所、そんなにあるんだ。はい。でちなみにあゆくさん、はい、ここのガスケットがダメで漏れると何オイルが出ますか？鑑識の DSG オイル。その通り、正解です。そう
なのでここのガスケットがこれもよくダメになるんですけど、はい、さっきのここのガスケットだと漏れるのはメカトロオイル、はい、でこっち側のガスケットが漏れると、GSG オイルが、はいはい、漏れますので、はい、注意が必要ですと。はい、メカトロオイルって青っぽい緑っぽいやつ。あ、そう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 、作動油だね。はい、はい、で7箇所外しましたので、ただ、まあ、これもね処分するやつなんで本当はちょっともっと丁寧に、はい、扱ってほしいんですけど、はい、まあ、ちょっともう時間の尺の関係でサクサクいきますけど、でこの時にこのソレノイドは一番短い状態にしとかないと抜けないので、あ、なるほど、はい、こういう感じでね、はい、でこういう感じで外れたと、こういう感じになってるんですよ。ああ、ちょっとわかる、基板っぽい。そうでここのガスケットもね、ダメになるので、はい、注意が必要なのと、はい、ここで大事な情報が、はい、この基板なんですけど、ゴルフ6とか、6R プロ、ザ・ビートルの頃は別にメカトロごとの世界でも動いたんですよ。ですけどゴルフ7以降はこの中にイモビライザー、盗難防止装置が入っちゃってるの。なので違うゴルフ7のメカトロ外してつけてもエンジンはかからないんですよ。なので僕たちはメカトロだけ使いたい場合はこの基板だけを移植して、あ、なるほど、この基板が悪くない前提ね、時はこの基板だけを移植してでメカトロを変えると。なるほど、でもそれはゴルフ7以降の話で、6R とかザ・ビートルの場合はもうそのままやっちゃう場合もあると。これなかなか重要な情報ですので、なるほど、知らないと動かないんだけどみたいになるってことですね。そう、エンジンかかんないっつって、中古のね、中古のヤフオクでじゃあメカトロ買ってきて付け替えたけどかかんないっていうのはゴルフ7以降はありますので、注意が必要ですと。じゃあね、今度は横に向きにしまして、でここがね、あゆさんのクラッチを動かす、クラッチのところを動かす、ここの部分 K1、K2 のレバーのところ、さっきそうそう、ここ、そうそうそう、これを外しますと。で外したらね、ここ見てみると C クリップがついてるんですよ。なのでこの C クリップも取っちゃいます。じゃあね、これで C クリップがこんな感じで取れましたと。で C クリップ外すとこの中にねスリーブが入ってるんですよ。なんでスリーブをこんな感じでヒュッと抜いてもらうと。そうするとここの部分ですね、 K1、K2 のクラッチレバーを押すところのところは外れましたと。そうすると最後は今度こちらの部分、これがまあハウジングって言われてるところですね。で、あゆきさんリコールでじゃあ何をやったのかっていうと、このケースの交換なんですよ。ケースの交換、なのでもうこのケースをちょっと今外していくので、見ててください。これはもうちょっとネジの数が多いんでもうちゃっちゃがやっていきますんで、相当の数です。めっちゃいっぱいありますね。これ見えてるやつ全部外すってことですよね。そうその通り。すごいいっぱいある。でこれまた長さ違うんですよね。違いますもちろん。でもね、これ面白いことに、上げてみたら分かるんですけど、全部のその下から見たら長さは同じなんですよね。ああ、なるほど。そうこんだけかな。あとまだここに1箇所ありましたね。でこれでほぼ外れましたので、じゃあケースをね上げていきますよ。こんな感じでちょっと待ってね、振ってる場合があるんで、こんな形でケースとメカトロの分離されましたと。であやくさん、さっき言ったねそのボルトはこうやって見てみるとみんな長さほぼ一緒になってるので、ただボルト自体の長さはねもちろんこんな感じで違うので、間違えないようにしないといけないですけど、でもこれはボルトはもう一回全部こっちにしまっちゃいます。
っと今見てるみんな神じゃんって思ってます。いやいやいやただ外してるだけなのでねまあでもね、内容っていうかさ、その中身が分かるとさ、ね、理解も深まるじゃないですか、はい、ただ単にメカトロなんでぶっ壊れるんだって言われても、はい、やっぱね分かんないけど、こういう理由で壊れるんだよっていうのが分かれば、はい、はい、ディーラーさんいた時はこんな感じかってイメージがきます、ね、そうそうそう。じゃあこのまた最後、はい、一番最後に外すの、でちなみにね、あきさん、はいはい、これが一応 DSG のフィルターなんですよ。ほう、ちっちゃ一応あるのフィルターが、はい、あるの。ただここまでしないと外れないから、はい、DSG のフィルター変えてくださいって言われてもごめんなさいってなっちゃう、ね、はいでこれがねガスケットね、はいはい、こちらはそのままでもういいとして、今度は最後のこれですね。今度これがソレノイド、はい、はい、これがユーロの切り替えを行っているところなので、これも外していきます。アリの巣みたいになってる。そうそうそう、すごいでしょこれでユーロを切り替えて、そのユーロを切り替えることによって、その何速から何速へっていうチェンジの、指示を出して動いてるっていうね。すごいよね。すごいですね。はい。でこれ右と左やっぱ違いますので、はい、間違えないように。こういうの考える人ってすごくないですか？すごいと思う、本当にね。はい、そうしたら今度こちらもずれて、でここに今ガスケットあるでしょ、はい、ガスケットあるんで、こっち側ガスケットはこっちにくっついたままかな。そうだね、こっちが今ないんですけど、はい、ここもこういうふうにね、でこっち側はガスケットじゃあ外しましょうか。こういう感じでガスケットが取れますので、でソレノイドまで外れて、で最後にね、はい、今ここにポロンポロンと出ましたけど、ボールが入ってるんですよ。こっち側に2個、はい、でこっち側に1個か、はい、こっち側に2個だね。ここに1個、はい、2個、ここに、でこっち側に1個、このボールが入ってるんで、これ忘れちゃうと動かないんで、はい、気をつけないといけない。なるほど、はい、でボールも出しましたと、はい、3つね、はいはい、3つボールが出まして、はい、までいくとこれが、はい、でね、最後このケースまで外れたんですけど、はい、さっき言ったように、じゃあリコールって何やったのっていうのは、はい、このケースの交換。はい、なるほど。要は、多分ですけど、はい、ここの厚みが変わるか、はい、もしくはこの材質が変わるか。なるほど。で、その割れないように、はい、はい、してるんですけど、はい、なんとね、海外では、はい、リペアキットみたいなのが出ててリペアキット、はい、それってすごいのが、はい、アキュームレーターと、はい、もう一個中にこういうネジを切ったスリーブみたいなのがあって、はい、そのスリーブをここに入れて、はい、要はもうこれがダメな場合、はい、そこにこのスリーブを入れて、はい、でそのスリーブで新しいアキュームレーターを入れるっていう、へー、はい、そういう動画も見たことあります。そんなのあるんだ。はい、で多分日本でのリコールはもう基本的にこのハウジングの交換、はいはい、ただここまでばらして戻すもんで、そのリコールで何台やったのか分かんないですけどまあ結構大変な作業ですよね。そうですね、うん、知ってる人に聞いたら1日6台とか、1日6台もできるんですね。できるそうやってるって話聞いたので、はい、まあ大変だよね。大変ですね。そうなのでね、クオリティが良ければ、7速の鑑識 DSG っていいものだと思うんですよ。なるほど。がゆえ、はい、こういうのを作る工程がやっぱりいろんな、クオリティが低いがゆえに、はい、いろんなトラブルが起きてしまうっていうところですよね。はいはい、DSG はね、壊れるって言いますけど、じゃあ何が壊れるのっていうところで、はい、言ってみると、このアキュームレーターの圧力、この中にね、窒素ガス入ってるんで、今それ入ってるんですか？これ入ってます。だから危険ですよ。はい、ディーラーさんも当時は保護メガネとかフェイスガードみたいなのつけてやってたらしいですからね、これを外すのに。なるほど。はい、これでメカトロの何かっていうのはある程度分かったんじゃないかな。イメージ湧きましたね。こういう感じでね、ついてて、はい、でソレノイドがあって、で見ても通りこの8ノスでね、ユーロを切り替えて、はいはい、でここから出るクラッチ側、はい、で他のこっち側のケース側のここの部分、この部分がシフトチェンジの役目を
やってくれると、はい、ただそれには結構高い圧力が必要なので、このポンプを使ってアキュームレーターで圧力を上げて動かしてあげると。なるほど。はい、もう1個あったのが、はい、リコールでプログラム変更もあったんらしいんですけど、聞いたことあります。それは多分この圧力を下げてると思うんですよ。60バールからもっと下のバールに。なるほど。だけど圧力下げたがゆえに今度はここが動かないここがはい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 。で出たのがシフトフォーク。はい。だってさ、シフトフォーク編も見てもらった方は分かると思うんですけど、もともとはベアリングじゃなきゃいけないものだったじゃないですか、はい、シフトの、はい、それをベアリング取っ払って他のシフトフォークと同じ仕様にしたってことは、はい、ロックバックだけはやっぱそれなりに負荷がかかるところだったと思うんですよ。そうですね。それをベアリングが取っ払せたら、じゃあプログラムで下げた圧力で動くのっていう話じゃないですか、はい、その辺は僕ちょっと疑問には思ってます、はいはい、今の現行の TSG がどういうふうになってるのかわかんないですけど、はい、はい、っていうところですね。はい、はい、いやどうですか、愛子さんにも理解できましたか？わかりました。はい、ということで、なるほどね、って感じです。本当？よかったよかった。はい、ということでナエルさん、もう7速乾式 DSJ お腹いっぱいだよって思った方はいいねとチャンネル登録お願いします。まあこれでね、多分ほぼほぼミッション、クラッチ、はい、メカトロまで全部やったので、はい、まあ乾式に関してはまあほぼほぼ大丈夫かな、これでね。そうですね。はい。で自分の車がトラブった時にどうしたらいいよとか、はい、そういうのもね分かってもらえたと思いますので、はい。はい、で、そうで、あともう一個は一応メカトロの修理も行ってます。お、はい。はい。なんでまあ現物を送ってもらうでもいいですし、はい、車も持ち込んでもらって。で現物だけを修理で、2パターンあるんですよ。はい、メカトロ壊れた時にできることをして新品に変えるのが一番なんですけど、やっぱ新品効果だと高いですよ。そうですね。はい、なのでうちだと、一番安いのは中古で乗せ替えちゃう場合、はい、まあちょっとこういう分には保証ができないのであれですけど、はい、中古に乗せ替えちゃう場合か、現物を修理する場合、はいはい、ただちょっと日数は現物修理の方が時間はかかっちゃうんですよね。はい、はい、中古だったら来てもらったら半日もあればできちゃうんですけど、はい、まあそういうのをね公式 LINE の方からお問い合わせいただければ、はい、新公式 LINE、そう、新しい公式 LINE ね、今変わりましたので、はい、で今までの LINE はね1月いっぱいでなくなっちゃうので、はい、はい、ということですね。はい、ということで鑑識7速 GSG 動画は以上になります。はい、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。